こんにちは、浩平です。今日はいろんな道具を使って抹茶を立てて味の違いを比べてみたいと思います。私は茶道が大好きで表千家で15年習ってます。お茶会にもいろいろ出席してきました。私は茶の湯好きの仲間を増やしたいと思ってます。初めての方でも分かりやすいようにお抹茶に関する情報を発信していきたいと思ってますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今日の動画ではもちろん茶筅を使って抹茶も立てるんですが、それ以外の道具、シェーカーとかこの電動の、泡立て器とかを使って抹茶を立てて、本当に茶筅は必要なのかな、まだ茶筅持ってない人、本当に買わなきゃいけないのかどうか悩んでると思います。なので、他で立てると味がどう違うのかをちょっと実際検証してみたいので、最後まで見てください。今日実際検証していく道具はもちろん、専用竹でできた茶筅ですね、それから電動の泡立て器ですね。よくカプチーノ作ったりする時にミルクを泡立てたりする時に使うやつです。でそれから普通の、ちょっと小型の泡立て器、あとはプロテインとか作る時に使うプロテインシェーカーのシェーカーですね。カクテルシェーカーです。これを実際比べてみたいと思います。今日使うお抹茶の量は 1g でお湯を 46ml 使って立てていきたいと思います。じゃあ 1g ずつ測ります。はい、では準備ができたのでやっていきたいと思います。順番は初めに茶筅をやって、次に普通の泡立て器、それから電動の泡立て器やって、プロテインシェーカーとカクテルシェーカーでいきたいと思います。実は私別の動画でもうこの2つは試したことがあるんですけど、こっちのシェーカーをねやったことがないんでちょっと楽しみです。じゃあやっていきましょう。はい、出ました。ボロボロ茶筅です。やばいですね。ちょっとね今日やろうと思ったの抹茶茶碗よりちょっと一回り小さい茶碗なんですよね。でちゃんとした茶筅だとちょっと大きすぎて動かしにくいので、ちょっと古い茶筅で今日は行きたいと思います。検証になるかな、まあいいや。じゃあ茶筅からいきます。いいですね。いい感じに立ちました。はい、じゃあ次、普通の泡立て器いきます。これは結構泡立たないんですよね。いつも自分が茶筅振るよりずっと早く動かすようにしてますけど、結構泡が粗いですね。やっぱり茶筅と比べると。見てください。茶筅で立てた方結構泡細かいですよね。でも結構いい感じで泡立ったのでこれぐらいにしておきます。起きた。はい、電動の泡立て器です。うわー、むっちゃ早いですね。はい、OK です。止まんない。おお、泡がすごいこんもりしてますね。むちゃくちゃいい感じ。でもね、ちょっと茶筅のと比べるとやっぱり泡が粗いんですよ。プロテインシェーカーいきます。大丈夫か。いきます。うわ、いい感じで。混ざりましたね。 OK。 うわ、最後カクテルシェイカーいきます。私カクテルシェイカーちゃんと触れないので熱っ。
やばい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 。でも熱い熱い熱い。カクテルシェイカーはダメです。はい、一応ですね、ちょっとカクテルシェイカーは諦めます。見てください、泡の感じ。これが茶筅、これが泡立て器で、これが電動、これがプロテインシェイカーです。見るとですね、ちょっともうね、この一番最初に立てた茶筅はちょっとやっぱり泡が消えてきちゃってるんですけど、一番泡が細かく見えるのはこれです。で、一番しっかりしてそうなのはこの電動のやつが泡が一番しっかりしてそうですね。で、これは結構やっぱり泡がブツブツ大きい感じがします。はい、じゃあ実際飲んでみます。はい、ではまず、茶筅で立てたやつからいただきます。うまい普通に美味しいです。じゃあ次、泡立て器で立てたやついきます。おー、全然違います。全然違う。薄く感じる初めで、その後苦味がきます。泡立て器でいきます。あれ、苦いな。今日はちょっと苦く感じますね。プロテインシェイカーいきます。まずダメだ、これはねダメです。はい、おお、ちょっともうちょっと飲みます。で、最後にまとめてお伝えします。じゃあまず結論から言うと、美味しさで言うと一番美味しかったのはやっぱり茶筅で入れたのが美味しいです。次に電動、その次に普通の泡立て器、4位がシェイカーとなります。じゃあ一つずつちょっと解説していくと、その前にですね、以前私同じ検証をやったんですね。この2つ使って。で、その時はこれ意外に美味しいなと思ったんですよ。泡の硬さだけ気にしなければ味的には全然大丈夫だなって前の動画ではご案内したんですけど、今日はね、ちょっとなんか苦味が出た。何の違いかわかんないですけどね。茶筅で立てたのはいつも通り柔らかく旨味が一番初めに来ました。で、ボディもしっかりしてます。この泡立て器はやっぱりね、味が同じ抹茶を同じお湯の量で立てたのに、同じ器で味がね全然違うんですよ。もうね、旨味がなんで出てこないんだろうって思うぐらい薄いんですよね。すごい水っぽく感じる。苦味も目立つし、味も薄い。電動泡立て器は味はすごい濃く出ます。なんかでもね、一緒に今回は苦味も出ちゃった感じ。やり方にもよるかもしれないです。前やった時は全然美味しいなと思ったので、泡はねやっぱりすごいしっかりしてるんですよね。なんか口に含んだ時のこの泡の潰れ感がやっぱり茶筅で立てた方が柔らかくて、こっちはなんか硬い感じがします。でもまあまあ美味しく立てれます。プロテインシェイカー何がダメかっていうと、まずいんですよ、もう本当に。で、なんでまずいかっていうと、私がこれ使ってプロテインを飲んでるからです。プロテインのやっぱり香りがね、ちょっと残ってるのと、プラスチックの香りなのかな、なんかそういうやっぱり、プラスチック容器で立てるっていうのはあまり味にはよろしくないと思います。そこにね、熱いお湯を入れたからね。もう全然もうこれはもう使わない方がいいです。あとこれ、シェイカー今日でこぼしましたよね。初め、ちょっと締め方悪かったかなと思って、もう一回締め直してやってみたんですけど、やっぱりまた溢れてきました。やっぱりこの中にお湯を入れて、蓋をして密閉状態でシェイクすると、中の空気が温まって膨張するんですね。それでどうしてもここが緩んで外れてこうとします。結構な勢いで外れようとしたので、もう多分皆さん同じ目に遭うと思うので、これは使わないでください。で、じゃあプロテインシェイカーは大丈夫なのかっていうと、実はね、プロテインシェイカーも振ってる時にね、この隙間からプシュ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 ってちょっとね、漏れる音がしてたんですよ。なんかやべえな、締め方まずかったかなと思ったんですけど、これも多分同じことだったんでしょうね。これはネジでギュッギュッて締めれるから、なんとか最後持ちこたえましたけど、
でもやっぱりもしかしたらこうやって飛び散って事故になる可能性があるので、プロテインシェイカーも抹茶作るのには使わないでください。今日のまとめから言うと、やっぱりおすすめは茶筅です。余裕がある人は茶筅を買ってみてください。で、やっぱりちょっと抹茶始めるだけでわざわざ茶筅買うのは嫌だっていう人は、もう次におすすめなのはこの電動の泡立て器です。これだったらやり方によっては、ちょっと私もまだこれ使って抹茶あまり立てたことがないので、うまくいく時もあれば今日みたいに苦くなっちゃうこともあると思うんですね。今日はね、もしかしたらちょっとやりすぎたかもしれない。どうなんだろう、わかんない。これはあんまりおすすめしません。せっかくお抹茶買ってもこれで立てると味が薄いですし、本来の美味しい抹茶の味を引き出すことができないので、これでやるのはおすすめしない。はい、今日はそんな感じになりました。参考になっていただければ幸いです。抹茶これからやっていきたいなっていう人はぜひ茶筅買ってください。嫌な人はこれです。はい、じゃあまた動画出していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあね。カバー掃除しない。